徹底検証やフーニュースのゴルフ税交渉術は本当か。0、ゴルフ場利用税は交渉できる。こんにちは、税理士の秋です。今日はヤフーニュースで少し前に話題になったゴルフ場利用税の記事についてお話しします。タイトルは交渉次第で減額が可能という非常にキャッチーなものですが、正直に申し上げます。この記事間違いだらけで非常に危険です。今日はプロの視点からこの記事のどこが嘘で何が真実なのかでバッサリ解説していきます。1、記事のまとめといわか。まずは記事の内容を振り返りましょう。あるゴルフ場関係者が税務署と交渉して利用税を800円から400円に下げてもらったと語っています。さらに歩きプレーンを選べると主張すれば算定基準から外せる。決めつけは潰れたら困るだろうと脅せば払わなくて済む場合もあるなんて書いてあります。これゴルファーならそんなに安くなるのと期待しちゃうかもしれませんが、税務の常識から見るとツッコミどころ満載なんです。2、コメント欄のツッコミ。案の定コメント欄には鋭い指摘が並んでいます。地方税なのに税務署に行くのはおかしい。徴収した税金を納めないのはただの犯罪だ。この人はゴルフの専門家なので、まさにその通り。読者の方がよっぽど冷静ですね。記事の矛盾点。記事交渉先は税務署、正解権税事務所地方税だから記事交渉で分けてもらう。正解等級基準の再判定ルールに基づく。記事払わないゴルフ場がある。正解滞納処分脱税法執行の対象。3、税理士による法的解説。では法的な事実を解説します。まずゴルフ場利用税は等級制です。都道府県がゴルフ場のコース環境やプレー料金を見て1級10級までのランクを決める。それによって税額が自動的に決まります。等級決定の仕組み。料金が高い、設備が良い名門コースなど、高い等級1200円など料金が安いパブリックコース、低い等級400円など。等級はどうやって決まるのか。都道府県の担当者が主に以下の4つの要素を総合的に判断して、そのゴルフ場が何級かを判定します。ホールの数、18ホール以上あるか、それ未満か。コースの距離、全体のヤード数が長いほど高い等級になりやすいです。利用料金、プレー代金が高い名門高級コースほど高い等級になります。設備の充実度、クラブハウスの豪華さや練習場の有無なども考慮されます。等級と税額の関係例。多くの自治体では以下のようなイメージで税額が設定されています。金額は自治体により異なります。地方税法により標準税額は800円、制限税額上限は1200円とされていますが、特別な事情がある場合は最大2500円まで課税できるルールになっています。なぜ料金設定で税額が変わるのか。ここが先ほどの記事にあったロッカー代を別にするという話につながります。判定基準の中に利用料金があるため、ゴルフ場側がうちは基本のプレー代をこれだけ安く設定していますと証明できれば、じゃあ5級から7級に下げましょうと等級ランクを下げてもらえる可能性があるのです。これを経営者が交渉して安くさせたと表現したのでしょうが、実際には基準を満たしたからランクが下がったというのが正確な表現です。自動的に決まるが不変ではない。一度決まった等級もゴルフ場が経営なんでプレー代を大幅に下げたり、逆に大規模リニューアルで高級化したりすれば再判定が行われます。このようにゴルフ場利用税は贅沢な施設ほど高くという昔ながらの娯楽施設利用税の名残を色濃く残している税金なのです。つまり記事にある安くなったの正体は交渉お願いではなく料金体系の変更です。例えばプレー代に含まれていたロッカー代を別料金任意に切り離すると、都道府県が定める基本のプレー代金が下がるため等級の再審査を申し立てて結果的に税額が下がる。これは合法的な節税であって担当者の気分で割ってもらう裏技ではありません。そして一番危険なのが払っていないところもあるという事実。ゴルフ場は利用者から税金を預かる特別徴収義務者です。これを納めないのは単なる未払いではなく預かり金の着服。悪質な場合は地方税法に基づく刑事罰や即座に差し押さえが行われます。そんな旨毒が通るほど税務行政は甘くありません。特別徴収の義務。ゴルファー税金をゴルフ場に預ける。ゴルフ場を預かった税金をそのまま都道府県に納める。ここでポッケないないをするのは横領脱税という犯罪です。4、なぜこんなお粗末な記事が上がるのか。ではなぜこんな不正確な記事がヤフーニュースに載ってしまうのか。最大の理由は取材相手の主観を鵜呑みにしたことでしょう。おそらく取材を受けた経営者は県税事務所との手続きを交渉してやったと誇張して話し、税務署と事務所の区別もついていなかった。ライターさんもゴルフの専門家ではあっても税務の専門家ではないのでその嘘を見抜けなかった。さらにメディア側も正確性より裏側交渉術といった PV が稼げるワードを優先してしまった。その結果デタラメな知識を広める記事が生まれてしまったわけです。5、まとめ結論です。ゴルフ場利用税を交渉で安くすることは不可能です。ただし70歳以上の方や18歳未満の方、障害者の方は証明書を出せば非課税になります。これこそが法律で認められた唯一の安くする方法です。ネットの怪しい裏情報に惑わされず正しい知識でゴルフを楽しみましょう。最後に今回の解説が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。